さあ、ここでついに来ましたね。MCS のリーダートライハードが ATN に移籍しての新マッチというわけで、ファーストマッチになるそうです。デビュー戦ですね。テキラドムエイト14です。今回はこちらちょっとね、名前が2つとも変わってるので分かりづらいかもしれませんが、クイーンウォーカーズ・ステファニー VS ワールドチャンプ2020というわけで、ここ2つ。元クイーンウォーカーズ VS ATN アタックスというわけで、ちょっとね、クラン名を変更することになりました。クイーンウォーカーズの方はね、クイーンウォーカーズの QW がつきつつ、スポンサーであるステファニーという名前が新しくクラン名に追加されまして、ATN の方はね、ちょっとプロ契約が解消されまして、その結果クラン名を変えなきゃいけなくなったんですけど、ワールドチャンプ2020というわけでね、こういう名前で今後活動していくのかな。はい。最近クイーンウォーカーズの方でかなりこういうフレンドリーマッチみたいなね、大会もかなり少なくなってたので、いろんなところと対戦をしようよみたいな感じで、配信したりしなかったりみたいな感じで、実はこっそりとね、裏では対戦とかをしていました。こちらの対戦の方はね、配信が入ったので、配信してるってことは、俺の方でも大丈夫だよね。ということで、こちらも動画を出していこうと思います。最近はね、ちょっと、クラクラは一から始めたものをね、シウネさんと一緒に動画を上げてたんですけど、もちろんね、こっちのトップ層の方のね、動画も少なくなってしまうところもあるので、当然こちらもやっていくよという形で、いつも通りやっていきたいところでございますね。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、ワールドチャンプ2020。こちら元 ATN なんですけど、1月3日かな ?1 月3日の方に ATNVS、JX タイガーか。その時もうすでにね、クラン名が変更されてましたね。皆さんお気づきだった方も多いかもしれないんですけど、ワールドチャンピオン2020というわけで、その時出場していたバレ選手がいたんですけども、引退でね、今回からなんともうちょっと新メンバー追加されてるんですよ。もうね、海外の情勢に詳しい方ならもうとっくに情報は知ってると思うんですけど、なんと MCES のリーダートライハードがね、こちら ATN アタックス、元 ATN アタックスって呼ぼうかなに新加入されまして、その結果、バレの位置にトライハードが入ったというわけで ATN もすごく面白いロースターに変わりましたね。メンバー変更がありまして、一人引退のところに追加で MCS からトライハード。逆に MCS の方には新規でメンバーが数人入りつつっていうところで、海外の方がね、めちゃめちゃ移籍進んでて面白いっすよ、正直。ちょっとまだ噂段階に過ぎないところでもあったので、いくつか情報は聞いてたんですし、発表される前だったんでね、言わないでおいたんですけど、これがね、なんと、あれだったらしいです。デビュー戦だったらしいですね、トライハードが。このワールドチャンプ2020に入ってからのデビュー戦だったらしいですね。後ほどね、ATN の方からはトライハードのアタックも出てくるので、その辺もね、お楽しみにというところで。一番最初の2019の時のね、世界大会から見てる人はトライハードが ATN に入るって結構ビッグニュースじゃないですか。MCS がね、僕らも世界大会で当たった1回戦の相手だったわけなんですけど、MCS があの時マジで世界一強くて、最後ね、トライハードがずーっと前回取り続けてたんだけど、最後の決勝戦まさかの星1で大逆転敗北を食らい、ノバがね、世界一に輝いたという展開で、ちょっとトライハード自身がちょっとかわいそうな負け方もしてたんですけど、ずーっとね、オール全開で、予選からずーっとオール全開で、MVP まっしぐらだったんですけどね、最後の最後で星1で大逆転敗北っていう形で、優勝を取り逃がすみたいな形でね、ちょっとトライハード自身持ってない部分もあったんですけど、それがね、ATN に入るなんてちょっと激アツっすよね。そうこう話してるうちにさらっと前回取られていきましたが、高校クイーンウォーカーズというわけでやっていきましょう。クイーンウォーカーズの方はなんか名前変わったけど意外とバレにくくない？ QW って入ってるところと。一応ね、スポンサーがね、ミスター・ムジュタバ・ミセス・ステファニーみたいな感じでね、スポンサーグループがあるわけなんですけど、キング・ムジュタバっていうクラブも新しくできまして、クイーンウォーカーズに対してキング・ムジュタバっていう、クイーンに対してキングがね、で、そこに関しては、元ニチャングダンスらへんのメンバーがね、入っております。LP とか、その辺のメンバーが入ってて、2つ新しく、2グループで、2クランを持ってやっていきますよ、みたいな感じですかね。はい。いやー、まさか MCS、しかもトライハードリーダーですからね、そこが移籍になるとはちょっと、初めて聞いた時すげえびっくりしたんですけど、そこ抜けんのと思って。そんなのありなんだって正直結構衝撃でしたけどね、普通に。初めて聞いた時。多分、
僕らですらそう思ったんで、見てる側の人もかなりそんな移籍ありなんて思ったと思いますよ。ヨーロッパ同士だし、お互いに。面白かったですね。で、キングムジタバの方もね、LP が違うとこ行くみたいな。そっか。微妙に合ってるわ。まあまあ、その辺はいろいろあってね。さあ、スーパードラゴン。最近スタドラもね、練習してるわけなんですけど、どうでしょう。やっぱこのユニット強いんだよね。スタドラが練習してる方は突撃艦よりもボマーで、クローンよりは、なんか、レジェンドリーグでよく見るタイプの呪文で押していくみたいな形ですかね。強いね。この段階正直、なんだろう。大会でもないし、1月ってそんなにまだ新シーズン明けてね、新しいところなので、正直なんだろう。クイーンウォーカーズとして、結果が出ないこともあったんですけど、新しいことにトライしてるから別に俺はいいと思うんだけどなって正直思うんですけどね。今仕上がってる必要ってそんなにないから、なんか失敗を恐れて新しいことをしないよりも、今のうちにできることやっといた方がいいかなって思いますけど。というわけで、お互いに全開スタートで面白くなってきましたね。というわけで続けてマスク。マスクはね、去年の世界大会のところから新入りとして入ってきた形になりましたが、ATN がね、初月で抜けちゃった関係上で、マスクの攻めってほとんど公にされてなかったところもあってね、ATN の中では知名度もかなり低くなっちゃう選手ですね。結構昔、何だったっけかな、名前忘れちゃったけど、ちょっと強いクランがあって、そこのメンバーだったんですよね。なんかマングースみたいな名前のとこ多分これで伝わるよ、知ってる人なら。そこのメンバーがみんな結構強くて、今いろんなクランで、このクラン絶対強くなるって僕は前に動画で何回か言った記憶がありますが。さあ、真ん中はシングルインフェルノに対してスケルトンを置いてったんですけど、これはね、テスラがあった場合にテスラを起こしてからの天才ですね。天才をこの辺に打ち込むんですけど、天才した後でテスラが生えてきたったら、結局ルートを、ラバルのためのルート作ったのにテスラによって崩されて赤バクとか巻き込まれてみたいなところがあると思うんですけど、今回スケルトンでテスラがあるかなーってチェック入れたことによって、テスラないね、じゃあ OK。最悪ちょっとこのスケルトンはね、罠チェックみたいな、天才のための罠チェックみたいな感じで、1役分、今回はちょっと無駄にはなってしまってるんですけど、逆に言うとテスラがないことが分かったっていうところでね、あったらあったでここには天才が、テスラも巻き込んだ天才が打てるというところで、そこまでケアした呪文の割り振りでいけると判断したところが、とりあえず今回良かった点ではないでしょうか。はい。で、対空砲のタゲがしっかりボマーに突き刺さらないようにもうすでにラバルをスタートしつつ、ここでもうイーグル砲のタゲとかも取りつつ、ボーデンズは火力高いんでね、行かれてしまいましたが、今回は2体ともアイスラバで結構フリーズ効果をかけることを優先していきましたね。フリーズもここに打ちつつ、ポイズンも2枚採用だったのでパピに回せたんですけど2体漏れてしまいました。ただここでまた裏からのアイスラバがかかりつつ、スケルトンでターゲット取ってからのストライカーでの処理。トームも合わせつつっていうところもありつつ、きっちり。アイスラバハンドがいるとね、ヒーローの処理ってすごい簡単にしやすくなる。さあ、バルーンはしっかり回ってきて今回も全開になっていきそう。強いですね。マスクも強いですよ。新メンバーってやっぱ注目いくけど、元々のメンバーが普通に強いからね、ATN って。なんて呼べばいいんだろう。もう今後この名前でやっていくのかな。ワールドチャンピオン、ワールドチャンプ2020でずっとやってくんですかね。ちょっとわかんないんですけど。ATN って呼んじゃう人の方が多そうだけど、結局でもこの名前で浸透していかなきゃいけないんだよね。難しいよね、この辺。さあ、というわけで、クイーンウォーカーズ2人目に入ってきたんですけど、今回防衛側トライハード入ってますね。いかついっすね。新メンバートライハードっていかつくね、名前。ビッグネームがね、大きな移籍をしましたね。ちょっとびっくり、未だにちょっとびっくりだもんな。MCS、そっかーって感じ。ずっとなんだろう、MCS って苦しい時もずっとメンバー変更せずにやってきてて、クイーンウォーカーズに結構近い感じだったんだよね。メンバー変更せずずーっと御三家って呼ばれてるシンセ、トライハード、エリアムあたりはね、ずーっと変更なくやってたわけなんですけど、でも今思えば、あれもそうか。レナイデとかも ATN から行ってたもんな。逆や。MCS から行ってたもんな。
もう一人誰だっけ？あれもう一人誰だ？あ、ウーゴだ。ウーはちょっとカーネジ行ったりバンされたりとかでちょっと未だにどうなるか分かんない人ですね。うん。今回ちょっとこの辺がね、新兵器対策してる感が今罠見たところありましたね。一番外周部にリックスケルトンありつつ、なんとテスラが生えてきて焼かれていくと。これはもう完全にこの辺に迫撃砲とかクロスとかがなかったので、新兵器を誘った置き方だったのかなってなんとなく思いますが、さあ今回はジャンプ採用、すごいところにジャンプをかけてきましたね。さあジャンプをかけることで真ん中マルチの方まで見つつ、いい感じに美味しいちょっとロイヤルチャンピオンの勝利になりましたね。ちょっと HP が落ちてきているヒーラーの、さあレイジを外れましたが、なんとかこれはマルチインフェルの先に折れそう。ナイス。さあキングはタウンホールの方を打ち抜いていくようなスタイルで上の方からストライカーじゃないや、ロイヤルチャンピオンをつけつつ、ドラゴンライダーの展開。最近ちょっとドラゴンライダー、クヒードラゴンライダーの採用率は落ちてきたかなって感じは受けますね。やっぱり環境的にシングルインフェルノがすごい増えてて、確定で1本が入りそうっていうところがね、ちょっとしんどいですね。もともとドラドラの時はね、そんな、かかるっちゃかかるけど、スーパードラゴンに露骨に強いですからね、シングルインフェルノって。さあ、ただ、使われると強いのがこの戦術ですね、しっかり。今回もドラゴンライダーは今死にましたが3体4体こっちにもクイーンの方にも来てますね。 HP 高いんだよね。ちょっと知らない人も多いと思うんですけど、ドラゴンより HP 高いですからね、このユニット。空系だと、スーパードラゴンとかラバ系を抜くと、一番 HP が高いのがこのドラゴンライダーっていうユニットで、ちょっと見た目がねあんまり細身だから気づかないと思うんですけど、普通に HP 高いんでね。さあというわけでお互いに2人目まで全開続いていきましたね。面白い展開、さすがですねっていうの。もうどうしようこれ、ワールドチャンプ2020って呼んだ方がいいんでしょうか。慣れた方がいいかもね。さあここは難しいインビジブルを初手で決めていきますよ。クランジョと透析機と透析機、これはバリューがめちゃくちゃでかいですね。ただその分難しい。ただちょっとこれは対策もしたような形か、テスラが真ん中生えてきてるので、最終的に真ん中は削れてはいるんですけど、バルーンのルートは少し崩されそうですね。さあキングとロイヤルチャンピオンをヒーロー使いつつ、クイーンは短期でタウンホールを目指すような形。さあフィストで早めに処理をしつつ、ロイヤルチャンピオンでクロスボウを狙いに行かせます。いやうまいね。さあシングルのタゲがロイヤルチャンピオン入ってるのを見て、ここはしっかりとフリーズをかけつつ、これはロイヤルチャンピオンがシングルインフェルノを降り切る。スーサイドのもう完璧ですね。そして援軍は出てこないので、援軍処理はそんなに考えることがないということで、スケルトンも置きつつ、さあボマーで大きくタゲを取りつつ、ストライカーをまばらに、これによってバネ対策ができますね。一つのバネに今バネかかりましたね。かかったんですけど、全てのバネに1個のバネで3体飛ぶみたいなことがないようなね、チリジリの素晴らしい、この辺がねラバル使いの使うストライカーの出し方ですね。クラウスとかホッサンとかもよくやってるんでね、今回ちょっと露骨に変えてきましたね、アストは。こうすることによって一つのバネでストライカーが全て飛んでしまうみたいなことを防いでいくわけなんですけど、少しこれバルーンの数が減ってきましたね。フリーズ1枚あるんですが、おーっとすごい量の赤爆弾が不発に終わってしまう。フリーズそっちに打つのか。ドラゴンライダーを延命するような形を取りましたね、バルーンではなく。そうなると対地じゃないので、このクロスボウが強い。そしてここにはなんとトルネードが置かれている。これは守れるか。おー、ソラスケルトンもあったり、真ん中テスラもあったりと、もしかしたらこのスケイン部も読まれてたかもしれないですね、学からすると。トルネの位置は多分突撃関係の形だと思うんですけど、ドラに対しても突ビズに対してもというところなんですが、ギリギリ、これはギリギリですね。このアーチャータワー1本だけだったら押し切られてるかもな。これどうだろう。ここ2つが潰れてたら押し切られてた可能性ありますね。さあ内側からのタゲもしっかり入っていって防衛と、いやーギリギリでしたが、なんとか防衛が1つね生まれました。このねアストっていう選手はすごくいい選手でね、ツイッターの方でね僕もちょっと引用リツイートはしたんですけど、
2021年度の成績、なんか配信された試合の成績表みたいなのが載ってたんですけど、このね、ATN で一番全回率が高かったのがこのアストって選手、ちょっと今回はこけてしまいましたが、77.39% という形らしいですね。非常に高い。で、額も 77.59 というわけでね、額は全体でも4位まで入っててすげえなってやっぱ、さすがですね。アストもそうですけど、全体的になんか序盤で突っ込む人の方が成績高くてちょっとびっくり、意外でしたね。得意な配置が見抜いてドッカン行く選手の方が高いのかなって、なんとなくですけど、でも後ろで残ってる人が残ってて、カズマさんがね、1位だったんですけどね、全回率 86.79% というバケモンでダントツトップでしたね。バケモンすぎる、これは。あとはでも、マスクとかも上位入ってましたね、7割を超えて。地味なんですけど、非常にうまい選手ですね。あとはやっぱ有名人が上位にはたくさん並んでましたね。クイーンオカズからはガクと僕と星さんの3名が入っておりました。40位まで表示してくれてたのでギリギリ入れましたが。ATN の方は、全員入ってる？もしかしてこれ。ATN はアスト入り、マスク入り、ジョジョ入り、ブーム入り。あと一人誰だ？バレも入ってるからすげえな。すごい。全員入ってるわ。さすがですね。さすがですね。全員ランクインってやばいな。ほー。さすがだわ。ちょっと倉庫行ってるうちにクイーンが死んでしまいましたね。すげえな。で、トライハードももちろん入ってるんで、全員がね、やっぱトップ層のレベルにいるっていうのがこのクランの強いところですね、やっぱり。すげえわ、普通に。全員入ってんのこのクランだけじゃないかな、さすがに。ちょっと対戦には関係ないんであれですけど。クランの方でね、2021年度の配信された成績をね、まとめてくれてる人が海外の有志でいて、これはラバを後追いさせていってラバにも巻き込みつつ、中心のね、対空砲だったんで、ここは内側からタゲを取って、これはリカバリーですね。タウンホール残ってしまったんでかなり苦しい展開なんですけど、このラバトームが刺さってかなり延命ができて、イーグルのタゲもしっかりラバで取れてますね。これ普通の人ならもっと低いですよ。多分バルーン死んでますよ、今頃全部。この後追いラバトームが強いんですけど、イーグルが苦しい。さすがに、時間もないですね。チリチリにはなっていきつつ、さあ、95で守ったんだったかな。さあ、95で守ったので、95以上を取れればよかったんですが、ここが時間切れと。さあ、ここでついに来ましたね。MCES のリーダートライハードが ATN に移籍しての新マッチというわけで、ファーストマッチになるそうです。デビュー戦ですね。ATN、また間違えちゃった。ワールドチャンプ2020のクランのね、特徴がやっぱ、いろんな戦術を幅広く使える人が多いなっていう印象ですね。結構ドラドラ系みたいなゴリ押しのね、スパムって海外では呼ばれたりするんですけど、ラッシュ系の戦術もみんな使えたり、ラバルだったり、天才ラバルだったり、トツビズラバルだったり、クイヒーだったり、その辺をね、みんな配置に合わせていろいろ使える選手が多いのがこのクランの特徴かなって思いますね。さあ、クイーン入り込んでしまったんですが、逆にすごいいい位置で入れそう、これは。ワンチャン1タゲしか入ってないから、アーチャーとはバルーンで落としといてもいいかなと思ったけど。さあ、ここは、ただ、安全に。大丈夫か。これ気をつけた方がよくてね、角度次第では、タウンホール、ガーゴイルが起動しちゃうこともあるんでね、ラバーパピーの位置は気をつけた方がいいですが、今のは大丈夫でしたね。その辺はね、プレイしてる人が一番見えてるところだと思うんですけど。さあ、しっかりキングの方にもフリーズを打ちつつ突破をさせていきつつ、いいルートですね。ウォールブレーカーはないので、このままクイーンは戻ってきてタウンホールを射抜くようなプラン。面白い。これはもともと通路を通してからこういう誘導を読めてたのかな。さあ、戻ってきつつ、ボマーのみでインギグル砲を狙いに行ってるんですけど、ここに対してはテスラが多いので、しっかり今回バルーン多めの採用になってたんですけど、ウォールブレーカー積んでないからね、
枠数に余裕が出たところをしっかりバルーンに変換し、ボマを刺すための形で持ってきましたね。うま。さあ、乗り越えた先、ストライカーでクイーンまで処理をしていく。さあ、ボマーから出てきたドラゴンライダーが中心部まで追っていって、クイーンの方はクローク。バルキリーはこれは何だろう。キングとかのリクスケ用に本当は使いたかった形になるかな。これも綺麗に持ってかれましたね。タウンクイヒーなんですけど、ウォールブレーカーを積まないところでバルーンに、でね、ちょっとアードを取っていって、クイヒードラゴンライダーって結構ウォールブレーカー多めに積むことが多いんでね、枠数圧迫されちゃうんですけど、今回バルーン多めに積んだのが強かったですね。バーサス。さあ、後がなくなりました。クイーンウォーカーズ、クラウス、スーパードラゴンですね。最近結構、クラウスもスーパードラゴンを対戦でやる機会が非常に増えましたね。うん。レジェンドリーグでも確か1赤、今は何赤回してるか知らないけど、スーパードラゴンでレジェンドリーグ回してることもあるみたいですね。この辺のね、強い戦術って、自分たちも実際にやってみて強さの秘訣とか、この配置が取れる、この配置は苦手なんだなっていうのをね、肌感で知っておく必要とかもあったりするんでね、アカウント数の多い人たちは、そういうところでも練習とか、戦術理解度を高めておくのって非常に大事ですね。その辺は、クラウスだったり、スタドラが結構今練習してますね。さあ、ショテトームで今回タウンホール真逆なんですけど、ボマーガだと。これがね、強いっすね。1体でも向かってしまえば、レイジフリーズドッカーンでタウンホール落とせたりするんでね、その辺がね、このスーパードラゴンでできてドラドラにできないことかな。うん。1体40分けなんで、こうやって流れてしまうとちょっと苦しいんですけど、一気に流れちゃうんですけどね、全然死んでないですね。さあ、中心部まで大量のスーパードラゴンやってまいりました。さあ、レイジとフリーズはしっかりタウンホール手元に残してるんですけど、ここはまだ使っていかず、クランジを潰していきます。さあ、ロイヤルチャンピオンが3時から来てますね。さあ、ラストレイジはこの援軍処理に使ってったわけなんですけど、地味にクイーンも混じってますね、これ。さあ、フリーズを使ってタウンホールと、ウォーデンズを固めていきつつ、ここはロイヤルチャンピオンも合流してきました。さあ、もう1枚フリーズを合わせていきたいんですが、ロイヤルチャンピオンがかかるようなタイミング、クイーンがかかるようなタイミングでのフリーズ。さあ、速攻でクロークを使うことでタウンホールを破壊したいんですが、ロイヤルチャンピオンのブーメラン間に合わず。さあ、残り大工。クイーンと、これはユニコーンがスーパードラゴンにくっつくことはできないんですが、アーチャーで外周部を削っていきます。さあ、ポイズンもあるので、ソラスケルトンに対してはね、大した、あれにはならないので問題なさそうですが、さあ、一瞬で破壊をしていきつつ、とんでもない黒爆連だ。こんなことある？この大工が世界を変えましたね。大工一つで世界が変わりました。さあ、ラストアタック上々。劇的な展開でしたね、今の最後。さあ、まずはイエティでサイドカットをしていきつつ、クイヒーをスタートしていきます。この配置、レジェンドリーグでも何回か攻める機会が増えて、スタードラの配置なんですけど、よく見ますね、最近。さあ、イエティでアーチャータワーの方までカットをしていきました。別の対戦ではね、対戦相手も使ってくるような展開もありつつ、さあ、なんとここはまずはバルーンでテスラを降りつつ、ウォールブレッカーを追加で登場。突撃艦投げてきましたね。さあ、これはテスラ美味しいぞ。突撃艦で一気に破壊されていく。やば、リクスケ。これは全てのリクスケルトンを釣る結果になりますね。バネでストライカーが飛ばされたので、これはレイジならいけたんですけど、いいバネでしたね。ストライカー吹っ飛ばせたことによってクロークを強要させました。さあ、キングの方で援軍を釣りつつ、さあ、ウォールブレーカーしっかり中心部へ一度開けたんですが、
中心部へ流していきつつ、すでにタウンホールの方は突撃艦の方でね、破壊が終わっているので、こちら側流れることはないですね。しかも横打ちがないと、中心部かなり食い火が入ると強いエッジへの誘導ができております。さあ、バルーンでターゲットも取りつつ、ロイヤルチャンピオンを追加で登場させることで、さあ、ショテラバトームはかけず、クイーンは中心部インビジブルを使っていきつつレイジ。シングルが打ったのでこれ振りずれないですね。さあここでかけるか。イーグル砲も飛んできつつここでトームをかけていきます。いやー強いな。さあそうなるとラストこの投石機のケアなんですけど、ラッシーの方でターゲットを取ってるのでバルーンの方にはダメージ入らないですね。陸で受けているのでこれは投石機のタゲが入らないんですが、ここはロイヤルチャンピオン延命のためもありつつフリーズをかけていってラスト。さあこれはクイヒーとロイヤルチャンピオンブーメランぶっ放して、さあ裏からもバルーンをかけつつ終了と。強いな、強いですね。これで5分の4全開。マスクじゃないやアストの 95% もほぼギリギリまで持ってかれてましたからね。これが本当に ATN の強いところだよね。大ごけする人いないんですよね。リカバリー力、シンプルな PS が高すぎて大ごけ仕掛けてもパーセントえぐいぐらい持ってくるんですよね。さあというわけで、このアタックはね、すでに僕は決まっているんですが、ラストやっていきましょうという形。ちなみにね、これ個人的に超久々にね、携帯で攻めた試合でしたね。Twitter とかでもね、動画でも軽く触れてたことがあったんですけど、1月の最初の方かなでちょっと iPad を試してみたくて、ずーっとね携帯でやってたんですけど、試せるのってこのオフシーズンの時にしかないんでね、 iPad での攻めをちょっと練習してました。メンバーさんにね対戦入ってもらって、5V5 の対戦を結構回させてもらったりとか、レジェンドリーグだったりクランリーグもねほぼ全てをiPad で攻めたりとかでね iPad の練習してたんですけど、マジでうまくいかなくて全然全回取れなくて、びっくりするぐらい全回取れなくてね、さすがにこれ無理だなと思って結局携帯に戻したんですけど、携帯に戻してからは今のところ対戦3つあって、始まる前に攻めてたのが今月だから、携帯で攻めた対戦が4回しかないんですけど、4分の4全回でね、これはそういうことだなって個人的にも納得いったんでね、これはもう iPad を諦めるいい機会になりましたね。ちょっと視点的に間に合わねえなとか、視野がやっぱ iPad の方が広く持ってるっていうのは、そこに関してはねアドバンテージが iPad にあるのは分かってたんで、そういう意味もあってねやってったんだけど、やっぱやりやすさが全然携帯の方が違うっすね。特に食い火だとそういうのあるな。さあ今回ウォールブレーカーしっかり2層つけていったことでね、これ後々のウォールブレーカー用のウォールブレーカーも兼ねているというところでね、さあキングの方でイーグルをタゲ取りつつ、これはタウンホールをキングの方で取ってもらいつつ、さあウォールブレーカーちょっと1体目それちゃったんだけど、このエアスイのところにつけたくて、こうすることによって、1層目2層目ってここのウォールブレーカーそれちゃうから、それならどうせつけてキング誘導しつつ真ん中に食い火そうすると真ん中孤立したマルチ IT が打てるようになるからね。このルートを見えた時、これ勝ち確やーと思って、あとはフォグを合わせていきました。ラバル系とかドラゴンライダー系がいいと思うんですけど、初手でキングと当たっちゃうんでロイちゃんが伸びづらいんですよね。ライダーで上からやって、この辺からロイちゃん混ぜてあげてっていう形も全然いいと思うんだけど、今回ちょっと時間がライダーよりホグの方が早めに取れそうだなっていう風に感じたのと、どうせストライカートームするなら、もともとキングとヒーローの距離感が近いのでね、ストライカートームで一気に処理ができそうというところでホグライダーの採用です。この辺結構ね気になる人多いと思うので、さてちょっとロイちゃん能力持ってるんですけど、回収の施設が近いところまで誘導してからこういう風にねスキル解放してあげると、こっちの回収まで間に合うようになる。こっちの回収って間に合うから、今3時の方少しこの残ったこっちの回収が足りないから、ロイちゃんの能力を持った状態でこっちに誘導しつつホグが二手に分かれるようなタイミングでパンと離してあげて、解放で残したホグで回収入れつつみたいな感じですね。
はい、というわけで今回の結果はこちらクイーンウォーカーズステファニー vs ワールドチャンプ2020というわけで13対14敗北になりました。まあちょっとね、オフシーズンっていうのもあって、まあクイーンウォーカーズのメンバーもね、まあスーパードラゴン試したりとか、まあ新環境あってね、まあいろいろありつつって感じでしたかね。まあクイーンウォーカーズの成績がね、若干ちょっとね、その辺のフレンドリー対戦とかであんまり良くなくて、まあちょっとスポンサーの方からいろいろ言われてるんですけど、まあいつものね、オフシーズンよりは活動的にはできてるかなと思うんでね、まあいろいろ試していかなきゃ試せる時期ってこの辺ぐらいしかないから、シーズン始まってからね、試すことってなかなか難しいと思うし、まあそれによって成績が出ないのはしょうがないことかなと思うんで、まあスーパードラゴンとかね、今のうちにめちゃくちゃ試したりとか、まあ僕の場合は端末を試しましたが、逆に言うと、ダメだっていうことが分かったことがマジで僕にとっての収穫かな。やらずにiPad の方がいいのかなとか思いつつプレイするよりは、しっかり iPad の線を切って、もう携帯一本でやるしかねえぞっていうところでね、自分にとってのこれしかないみたいなね、道筋一本に絞るっていうところも大事だったりするので、さすがにね、1週間ぐらいで8年間の経験は携帯を上回ることができませんでした。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。トライハードが新しく入って面白くなりそうですね、今年も。チャンネル登録、高評価お願いします。次の動画でお会いしましょう。さよなら。